多分こういうことですよね。こう、つなげられますよと。こういうことか。こういう風にしてもいいみたいですね。はい。というわけで、一通りですね、塗ってみましたの状態がこちらになります。置いといて、で、こうなんか人とか立ってたら、へいへいみたいな黄色を汚し塗装した状態。こんな感じですね。こう、もしお家にお手持ちのこう馬とか、こうなんかゴリラとかあれば、こうすると、こんにちは、デイビッドです。今回ですね、100均で WPL にちょうど使えそうな、なんかいいものを見つけたので、ちょっとそれをご紹介させていただこうかなと思いまして動画にしてます。結構久しぶりに100均に行ったんで、いくつか、これ良さそうっていうのを見つけたんですけど、ちょっと順番に動画にしていこうと思っていて、で、今回はですね、こちらですね、ミニフェンスとミニ折り。ミニ折りってなんか面白い名前つけますね。これがちょうど、WPL にサイズ感が合うなと思って、で、何に使うかっていうのはもちろん人それぞれだと思うんですけど、もうすぐですね、うちの社内の方で、キャンプラジコンの、ロケに行く予定があるんですよ。で、そこで当然野外でラジコンを走らせるんですけど、その時にちょっとコースを作るフェンス、コースの目安として置いたらいいんじゃないかなっていう、そういうフェンスとしてですね、置いてみたら結構かっこいいんじゃないかなと思って、これですね、ちょっと買ってきてみました。で、こっちも同じ、これの隣に売ってたんですよ。で、こっちだけでもよかったんですけど、これはこれで、なんか、同じくサイズ感だったり、あと形だったり、なんか、いい感じだなと思ったんで、ちょっとこれもですね、ついでに買ってみたっていう感じですね。本命はなんか、こっちって感じなんですけど、これを、ちょっと色をですね、これ、ちょっと色が、緑色なので、このままだとちょっと、生活感がありすぎるかなというので、もうちょっと、なんていうんですかね、レーシーな雰囲気っていうと変ですけど、なんか、こういう WPL のこういうラジコンを走らせる横にですね、あってもおかしくないような、雰囲気が出そうな色にちょっと塗ってみようかなっていう風に思ってます。で、これを今回ですね、塗ってみます。ちなみにですね、売ってたのは、100均のセリアさんにありました。で、うちの動画を見ていただいているような方は、もちろんですね、知ってるっていう方も結構多いのかなと思うんですけど、一応物としてどんなものかっていうのもご紹介をさせていただいた後に塗ってみたいと思います。で、なんかこれ、連結パーツ付きってなってるんですけど、それがこれみたいですね。こんなのが付いてました。ちょっともう一個開けて繋げてみましょうか。一つ買うと、この連結パーツが4つ付いてるみたいですね。なぜかはよくわかんないんですけど、この長い面、長い辺っていうんですかね。長いところは、両側にこうポチッポチッと、こっちにも穴が開いてるんですけど、この短い方は、片側だけですね。ここには開いてるんですけど、反対側には開いてないっていう感じになってるみたいです。このパッケージの絵がなかなかシュールですね。どっかの学校ですよね、これ。ここに多分フェンスが映ってるからっていうことだと思うんですけど。はい、じゃあちょっとつなげてみますね。多分こういうことですよね。ここに、これをくっつけて、で、もう一つのフェンスと、こう、つなげられますよと。こういうことか。ここもいけるってことか？ここに刺して、こういうこと？これもこういう風にしてもいいみたいですね。一応サイズ感的には C1424 系だとこんな感じですね。ちょうどいい感じですよね。で、C1424 系が16分の1スケールなんですけど、この12分の1の C34 だとスケール感的にはこういう感じですね。ただのフェンスなんで、16分の1でも12分の1でもそんなに違和感なくマッチするような感じなんじゃないかなと思います。この L 字にすると、外で使う時も自立するんで、これはこれでいいですね。あとこれを店頭で見ながら、おじさん一人でこれをこう、って見ながら、
どうやったらいいかなって、その場でちょっと思ってたのは、これを刺せばいいんじゃないかなと思ってます。お、めちゃめちゃぴったりじゃん。これを、これも同じく、今回同時に買ったわけじゃないんですけど、全然すごい前に買ってあった竹串ですよね。竹串なんですけど、まさかのめちゃめちゃぴったりでした、この穴に。で、これを、さっきみたいに L 字にしたら自立しますけど、これをコースの要所要所に、こう、1枚ずつ置けたら、その方が便利かなと思っていて、で、これを、まあ、下が土だったら、これをブスッと刺して、で、ここに、もちろんコースなんで、仮設置っていうか、一時的に設置ができればいいと思うんで、で、これをこう、土に刺した状態で、ここですね。ここでこう、支えておけば、まあまあ、要はなすんじゃないかなっていうので、穴が合ってなかったら、こう開け直したりした方がいいかなと思ってたんですけど、今試したらめっちゃぴったりだったんで、これはこのままでいけそうですね。使えそうですね。はい、じゃあ物としてはですね、まあ、こんな感じで、他に特に特筆すべき点はないと思うんですけど、なので、早速ですね、ちょっとこれ塗ってみたいと思います。今回はですね、このフェンスタイプの方は、シルバーと黄色で塗ろうと思ったので、まずこれがシルバーに塗ろうとしている方ですね。シルバーの、ベース色、下に塗る色っていうので、黒のサーフェイサーですね、を吹きました。で、空路を吹いた後に、これがシルバーですね。タミヤさんのラッカーのスパークリングシルバーっていうのを吹いてます。この黒の上にメタリック色って一瞬で発色するんで、見ての通りって感じなんですけど、塗るのは比較的楽ですよね。で、残りはですね、もう全部白のサフを吹きました。折りは赤と黄色に塗るっていうのと、あとフェンスの残りも黄色に塗るっていう、感じだったんで、どちらもですね、まあ白をサーフェイサーで吹いといて、その上に赤だったり黄色だったりを塗るっていうのが、まあ普通に発色、良くするかなというので、白いサーフェイサー。これはクレオスさんの、サーフェイサーですね。を吹いてます。はい。で、白を吹いてからの、これが、黄色ですね。黄色は、タミヤさんのラッカー塗料の、普通の黄色でもよかったんですけど、なんかなかったんで、ピュアイエローっていうやつですね。を吹いてます。で、あとは、折りの赤ですね。これもなぜか普通の赤がなくて、タミヤさんのラッカー塗料のピュアレッドっていうやつを吹いてます。はい。というわけで、一通りですね、塗ってみましたの状態がこちらになります。で、まあ、せっかくなんで少しでも参考になればっていうので、いくつかパターン塗ってみたんですけど、まずこれがですね、塗ったまんまの赤ですね。赤で塗っただけの状態。で、こんな感じになります。まあ、もともと、折りですっていう商品だったんですけど、それを塗って、まあ、例えばこれを野外でですね、さっきの、この、竹串なんかを使って、こう横向きでですね、こう立てておけば、例えばですよ。例えば、コースみたいにして、で、そこにですね、こう置いといて、で、こうなんか人とか立ってたら、へいへいみたいな。はい。で、これもまあ同じですね。黄色く塗ったらどうだろうっていうので、黄色に塗ってみたんですけど、はい。こんな感じですね。まあ、どっちもそれっぽい感じにはなりますよね。なんか、オフロードコースみたいになっていて、で、その横にこういうのがこう置いてあったら、まあ、赤黄色って変なんで、まあ、どっちかに統一はした方がいいと思うんですけど、赤なら赤でこう、いくつか並べてあったり、黄色なら黄色でいくつか並べてあったりっていうのが、いいんじゃないかなとは思うんですけど、一応こんな感じになりましたと。で、これも同じですね。これは、
黄色に塗ってみました。フェンスですね。で、フェンスの赤はないんですけど、赤のフェンスってあんまないんじゃないかなっていうので、とりあえず、黄色ですね。黄色で塗ってみましたと。あと、これですね。これが塗ったままのシルバー。で、フェンスは、やっぱりシルバー試してみたいなっていうのがあったので、これがシルバーに塗ったままの状態ですね。こんな感じです。これもやっぱり普通にそれっぽくなりますよね。で、あとこちらがですね、ちょっと汚しをしてみた状態なんですよ。いつものよく秘伝のタレとか言ってる、いろいろ混ぜて汚い色にしたエナメル塗料ですね、を塗って軽く拭き取っただけなんですけど、そうすると一応こんな感じになると。やっぱり、車体が汚し塗装してあるかどうかにもよるとは思うんですけど、この方がやっぱり雰囲気は出るかなと。これが赤ですね。赤だとこんな感じ。こんな感じですね。で、これが黄色です。黄色を汚し塗装した状態。こんな感じですね。あとこれか。これがシルバーのフェンスの汚しバージョンですね。こんな感じになります。この辺はもう折って言って売ってるだけあってやっぱ折ですよね。こう、もしお家にお手持ちのこう馬とか、こうなんかゴリラとかあれば、こうすると完全に折ですね。こうか。こうですか。こういう感じですね。はい。ちょっとラジコンにあまり関係ないですけど。でもこれ、特にこっちの馬はスケール合うんですけどね、実は。このラジコンと。はい。というわけでですね、今回こんな感じで、100均でなかなか面白そうだなっていうのがあったんで、ちょっと買ってきてですね、塗ってみましたという感じなんですけど、これをですね、また引き続き、もうすぐ、キャンプロケの予定がありますので、そのキャンプ行ってラジコンするっていう時にですね、これを活用してちょっとコースを作って、そこを走らせてみるみたいな、っていうようなことをですね、してみようかなと思ってますので、またそれは、改めて動画でお伝えできればなと思います。はい。というわけでですね、今回、100均で見つけたこんなアイテムですね、色を塗るっていうのをやってみました。今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。